みんなお疲れ様。お疲れ。本番前最後のレッスンとしてはいい感じじゃない？かなで。プロデューサーが見てないのが残念だね。かなでちゃんもカレンちゃんもオッズデリカだよ。もうフレちゃんたら相変わらず適当なんだから。オツデリカ、オツデリカ。しきちゃんもオツデリカ。しきちゃんがオツデリカになるとしきデリカになるのか、オツしきかになるのか、どっちかにゃー。どっちでもいい話ね。それはともかくとして、みんな本番はよろしくね。かなでちゃんのソロステージだもんね。バックダンサーはもちろん任せておいてよ。それにしてはフレデリカさん、ダンスがちょっと走り気味だったようだけど。そうかな。人生がのんびりな分、ダンスではペース早めになっちゃうのかな。じゃあしきちゃんはどうだったの？しきはアドリブが多いわね。あとよく動くっていうか、余分な動きが多いのね。アドリブじゃないよ、即興だよ。余分な動きじゃないよ、感性だよ。しきさ、それ意味一緒じゃない？ふん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 。フレちゃんの歌。もじゃあ私はかなで先生のお眼鏡にはかなった？ええ、カレンたらこう見えて優等生なんだから。あとは体力つけてね。それはどうも。じゃあそこで黄昏てるアスカはどうだった？風が騒がしいね。今日風吹いてなくない？これは比喩さ。で、何の話をしていたのかな。もっとも僕に関係のある話でないのであれば、それはこの世界に存在するもしないも同じ。しきちゃんジュース飲む？はーい。どうもどうも。ペースが崩されるな。アスカはまだダンスがぎこちなかったかな。もっと自信持ってね。自分を出していいと思うわ。やれやれ、自分を出すなんて凡庸な言葉を君みたいな人の口から聞くことになるとはね。それはどういう意味かしら。君は自分の世界を持っているタイプの、そう、僕と同類だと思っていたからね。ああ、ミステリアス的な？まあ似てるっちゃ似てるかな。じゃじゃん。ではここでミステリアスなかなでちゃんと愉快な仲間たちに心理テスト。パチパチパチ。唐突だな。まあまあアスカちゃん、気にしない気にしない。じゃあ質問いくよ。あなたが街を歩いていると突然雨が降ってきました。さあどうする？どうもしないわね。ただ濡れるのに任せるかな。もう選択式だよ。 A、走って目的地へ。 B、近くのカフェで雨宿り。 C、迎えが来るのを待つ。さあどれだ？私 A かな。
突っ走って濡れないうちにどっかに着けばいいんでしょ。余裕余裕。僕は B かな。それでフレデリカ、これで何がわかると言うんだい？私は C かな。傘の配達人の知り合いがいるし。これはね、突然の雨は恋に落ちる時と同じ。その時の対応でどんな恋が待っているかわかりますだって。そうなんだ。それで恋か。 A を選んだあなた。恋はその場の瞬発力。相手のところに何も考えずに走っていきましょう。 B を選んだあなた。近くで雨宿りができる臨機応変なタイプ。計画をしっかり立てるよりアドリブでなんとかしましょう。 C を選んだあなた。突然の雨で誰かに迎えを頼むあなたは誰かの手助けが必要です。恋の手助けをしてくれる助っ人は日頃から大事にしましょうだって。なるほどね。結構合ってるんじゃない？みんな性格出てるし。でもさ、雨の匂いってわかるから大抵降ってくる前にどっかに入っちゃうよね。それは式だけじゃないかな。まあ内容は妥当だったね。しかしこの回答例を聞いた後に奏の回答を聞くとなかなかシュールで実に興味深い。奏、さっきなんて言ったっけ？濡れるのに任せるって言ったかしら。つまりただ濡れるってことは、恋の雨に打たれて濡れて恋の風邪をひいちゃうね。あら、体調崩しちゃったか。自己管理ができていないようだね。ねえねえ、次はフレちゃん、もっと面白い質問ないの？じゃあ、じゃじゃん。あなたは今夢を見ています。蝶々がひらひら飛んでいて、それはどこ？嵐が吹き荒れる海ね。だから選択式だってば。 A 穏やかな草原、 B 咲き乱れるバラ園、 C 空高い雲海。さあどれだ？私は A かな。なんか爽やかっぽくてよくない？僕は B かな。バラに蝶、ビジュアル的にはいささかできすぎていると言えるかもしれないがね。しきちゃんは C がいいと思います。空高くひらひら。まあ実際のところ蝶は数千メートルまで飛べるらしいし。でこの質問でわかるのは何だって言うんだい？はい、自由に飛ぶ蝶はあなたの理想の姿。それが飛んでいる場所は行きたい理想の地を表しています。 A の草原を選んだあなた。穏やかな草原は平和の象徴。あなたは心の平穏を得られる場所を求めているでしょう。 B のバラ園を選んだあなた。バラは華やかさの象徴。あなたは派手で華やかな場所を求めているでしょう。 C の雲海を選んだあなた。空はまさに自由の象徴。あなたは何にも縛られない自由な場所を求めているでしょう。へえ、当たってるんじゃない？またまた。確かに全員の性格を見事に表しているみたいだ。だが
となると奏が求めているのは嵐の海、サスペンスの匂い。どうかしらね。心理テストなんてくだらないものよ。構造が分かってしまえばね。モチーフと心理状況を結びつけてそれらしく言っているだけ。そうか。心理状況を結びつけるメタファー次第で相手の思考をトレースしているのか。難しいこと考えないでピンときたやつを選べばいいんだよ。あたし、かなでちゃんの答えに興味出てきちゃった。ねえねえフレちゃん、もっとすごい質問ないの？そうだな。もっとミステリアスなペルソナを剥がすような本質を捉えたテストがあるはずだ。そんなのあるかな？みんなで楽しめる問題だったらこの辺りに。もっと本音が見える質問がいい。かなでちゃんの心の隙間も見えちゃうくらいの。ああ、理解できないふりを作ろえもしないくらいのそんなテストがあるはずだ。そうすればそのミステリアスさの理由も。私のことを分かったつもりにならないでね。あれ、かなでどこ行くの？ここじゃないどこかへね。ちょっと。かなでちゃん行っちゃった。つまんないの。ああ。だがそのうち戻ってくるだろう。そんなことよりもっと面白い質問を。二人ともちょっと反省会しよっか。かなでなーにカレン。どうしたの？急に出て行って。なんかあった？何もないけど、強いて言うなら、ほらカレンって時折乱暴な言葉遣いで距離を取るじゃない。例えるならそれと同じかな。あら、意外そうな顔してる。バレてないとでも思った？勘が鋭いね。っていうか勘じゃないのかな。観察？だって分かりやすいんだもの。信頼している人相手の時余計言葉が乱暴になったりしてね。うわぁ、そんなとこまで見てる。甘えられる相手って大事だものね。もうやめてよ。やめ。この話は終わりね。じゃあ気分転換にでも行きましょうか。雑踏っていいよね。自分しかいなくて。他人はたくさんいるけど自分のことなんか誰も知らないでしょ。一人になれる気がするもの。わかる。確かに私も誰かといるより一人でいる方が得意だな。その時期が長かったから距離感つかむの下手なんだよね。あと人から好かれるのも苦手でしょ。なんか困っちゃうんだよね。これは困るっていうかうざい。ちょっと古典的すぎじゃない？ナンパだなんて分かりやすくていいじゃない。好みではないけど。
私たちのこと知らないのか。よかった。男の子とはステージ以外じゃ遊ばないことにしてるの。だから会いに来てね。知らないことを誰かから教えてもらえると思わないことね。行きましょう、カレン。あんたたち後でものすごく後悔するかもね。つうか奏って結構きっつ。この辺りなら少しは落ち着くかしら。いやー、話しかけてくる男を冷たくあしらうのも手慣れたもんだよね。アイドルになる前からよくあったことだし。わかる。だいたい声かけてくるやつって誰でもいいんだよね。誰でもいいって態度で話しかけてたらこっちだってお断りだし。カレン、プロデューサーさんからのスカウトもあしらったでしょ。あ、わかった？わかるよ。私もだから。なんか奏の言ったこと分かった気がする。雑な心理テストで心に踏み込まれるのも嫌だし、よく知らないのに知ったような顔されるのも嫌だよね。知らない人から言われるなら聞き流せるけどね。同じアイドルの仲間に言われちゃったらね。でもほら、シキはあのキャラだし、ちょっと飛んでるから仕方ないし、アスカもまあ子供なところあるから。分かってるよ。だから傷つけたくなくて離れたの。はあ、物分かり良すぎない？褒め言葉として受け取っておくわ。さて、みんな今日はよろしくね。かなでちゃん、胸張っていってみよいってらっしゃい、奏。ええ、ありがとう。その二人が言いよどんでいるなんてらしくないわね。きっとフレちゃんに何か言われたんでしょう。でもステージの上でも二人らしくなかったら許さないわよ。もちろんだとも。僕たちはアイドルだぞ。う。いい反応見せてあげるね。ええ、それでこそステージを託す仲間にふさわしいわ。じゃあ行きましょうか。そうだねえ、プロデューサーさん。あら、今日は何もなしなんて顔しないで。一言で言い表せないくらい今日のここまでにいろいろあったの。だけどそれを知ってるのは私と神様だけ。でも一緒にいたらいつか共有できる日が来るかもしれない。だからプロデューサーとして見ていてね。アイドルの私のステージを。じゃあ行ってきますの。